次は西青山です。The next stop is Nishi Aoyama. Station number D55. 2021年9月3日、大阪から節約のため新幹線や特急電車を使わず近鉄電車を乗り継ぎ4時間かけて名古屋へ。田園風景やいくつものトンネルを越えてのんびりゆったりと、この10年日本へ行くたびに日本全国このような列車の一人旅を楽しんできました。左側の扉が開きます。ご注意ください。This is Nishi Aoyama. Station number D55. The doors on the left side will open. Please be careful. 来年はまたジャパンレールパスが使えるので、今度は妻と2人旅できるかと楽しみにしています。名古屋に着いて、まずは駅近で名物の味噌カツをいただきました。定食でご飯と味噌汁がついています。こちらから中落ちカルビの黒味噌、豚トロわさび、ハラミと、こちらがカルビ、こちらヒレの切り落としで、ガーリックチップなんですけれども、ヒレの切り落とし焼いていただいた後に乗せてお召し上がりください。そして夜は友人たちと焼肉。翌朝はその友人たちおすすめのかわいいひよこのスイーツピオリンを食べに行きました。プロ棋士の藤井聡太さんが食べて話題になったそうです。中で食べられます？はい。じゃあ一つずつ両方。ノーマルとチョコ味2種類あるので両方食べたくなりました。はい。お会計最後になります。はい。いつもは行列ができるそうなのですが、朝一番に行ったので空いていました。ピオリン、あれから1年以上が過ぎましたが、未だに人気で行列ができているそうです。すっかり名古屋の一大名物になってしまいましたね。美味しさと可愛さ、そして時々違うユニークなバージョンが出て、飽きさせないところが人気の秘密でしょうか。ぬいぐるみやピオリンガチャまであるようです。名古屋へ訪れたらぜひご賞味ください。名古屋の映画館でクジラ人というインドネシアを舞台とした日本の監督が撮ったドキュメンタリーを見ました。これは400年にわたり命をつないできたクジラと人間の魂の物語、衝撃的な映画でした。お昼は肉寿司というところを見つけ入ってみました。1200円の肉寿司盛り合わせを注文。ネタはすべて海産物ではなく牛肉や鶏肉などの肉類、それを生で提供しています。お待たせいたしました。はい、盛り合わせですね。左側からローストビーフ、豚タレ、縁側、中トロ、青森焼き、ひつまぶし、フォアグラ軍艦になります。こちらの方をご覧ください。はい、いただきます。
牛肉の握りを食べたこともありますし、鶏の生食専門店で鶏肉の刺身も食べたことはありますが、こうして盛り合わせでいろんな種類を一度に食べるのは初めてです。一つ一つがネタが新鮮で柔らかく絶品でした。海産物は使ってないはずなのに、最後に食べたのがウニだと思ってましたが、実はフォアグラでした。でも食感はまさにウニ、味はウニより濃厚で美味しい、上等のバフンウニといった感じでしょうか。ごちそうさま。後で調べたら全国チェーン店みたいなのですが、あまりに美味しかったので翌日のランチもまた来てしまいました。今日はお店おすすめのご飯の上にお肉が乗っている牛肉ユッケ丼を注文。いただきます。これはお醤油かけた方がいいですか？それこのままでも味がついてる？このままで大丈夫。タレかけたらお肉も美味しいんですけど、昨日食べたウニが忘れられなくて。昨日何食べたんですか？昨日は一緒ですか？いや、これだ、盛り合わせですか？はい、あ、そしたらあれはウニじゃなくてフォアグラのペーストなんです。はい。ウニだと思って食べてます。あ、本当ですか？あれフォアグラペースト、ちょっとなんかあれですよ。コンポタみたいなやつですよね。味付けてあるのかなと思って。ああ、美味しいな。あれフォアグラなんで。僕後でフォアグラ。あ、何ですか？こちらですね。あ、すいません。はい。ありがとうね。ウニに見える。ウニっぽいんですよね。はい。見た目はすごい。いやー、これってなんか母から聞いた話を思い出します。大昔、私の実家肉屋でも気前の良い先代の侠客だったおじさんが客に「いやー、お宅のお肉特別美味しかったですよ」と褒められると「そうかいそうかい、嬉しいな、じゃあこれサービスするよ」って赤字になるくらいおまけをつけたそうです。このお店にも昔ながらの人情が残っているような気がしました。昨日昭和レシピチャンネルのために撮影許可をいただいたら動画を見てくれていたようで、今日はその話にもなり、それも嬉しかったです。お肉を生で食べるというのは食中毒事故が起きたりして、だんだん規制が厳しくなってきましたが、それは安売り競争の弊害だと思います。良質なお肉を適正な価格で提供していくならば安全です。私の実家も精肉店でしたが、たまに生食用の肉が入った時は味見しました。美味しくて忘れられない味ですね。熱を通さないことでビタミンも壊さずに摂取することができます。昔は気軽に食べられた牛レバ刺しも見かけなくなりましたし、この食文化をなんとか守ってほしいものです。これは本当美味しい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。静岡の食レポで話しましたように、旅の初めに浜松で眼瞼下垂手術を受けましたので、自分で頭を洗うことができず、3日おきくらいに美容室に行って洗っていました。岡山や名古屋でも美容室に行きましたが、ここ名古屋では宿泊所から近い場所にアクティフというお店を見つけて行ってきました。店員さんの対応がとても素晴らしく気に入ったので、次に日本へ行ったら何としても名古屋まで行って切ってもらいたいと思っています。お店の方たちと SNS でもつながり、今でも交流させていただいています。こんな市場も発見。ほとんどの店は夜は閉まっていますが、一部のお寿司屋さんなどは営業しているようでした。
でもなんだか躊躇してしまい通り抜け。名古屋には3泊しましたが、最後の夜はどこで食べようかと夜の街をうろうろ徘徊。名古屋といえば最初に食べた味噌カツのほか、鶏の手羽先やエビの天むす、きしめんやひつまぶしなど美味しい名物がたくさんあるのですが、最後となると迷います。散々歩いて見つけた気になる看板はチェゴチキンという韓国料理のお店。食べきれないかもしれないけど、これじゃあ2人前で。ちょっと待ってください。はい、大丈夫です。お味は4種類選べます。4種類。おすすめはハニーマスタードとヤンニョムが人気です。じゃあハニーマスタードとヤンニョム。はい。ハニーマスタードとヤンニョム。はい。あと2種類選べます。あと2種類。YouTube でまとめるんで、絵的にはどれがいいですかね、あと2種類。こちらが味選べます。あ、これですね。はい。今頼んだのが、この赤いヤンニョムと、黄色いハニーマスタードですね。はい。色が綺麗なのはバジルか。あ、じゃあバジル頼みましょう。バジルで、はい。あ、ごまソース美味しそうですね。ごまソースで、はい。ありがとうございます。以上です。はい。ドリンクよろしかったですか？じゃあジャスミンティーで。ジャスミン茶アイスでよろしかったですか？はい。ありがとうございます。メニューこちらに置いておきますね。失礼します。食べきれなかったら包んだりできます。お持ち帰りできます。はい、失礼します。でも1人前なので少ないと思います。この写真より。1人前でもいいんですか1人前からで大丈夫です。ありがとう。どうやら上の人と電話で交渉。1人前で注文を受けても良いかどうかを確認してくれていたようです。それに気がつかず、2人前じゃ食べきれないなと思い、余った分の持ち帰りを聞いてしまいました。私としては YouTube の撮影のためなら投資のつもりで2人前注文しても良いかなと思ったのです。本当に名古屋到着した時から感動することばかりでした。名古屋の人本当優しい。また後でチーズまでに来ます。ありがとうございます。名古屋は何度も訪れたことがあるのですが、今回の旅で名古屋の印象が変わりました。雨の中、名古屋駅で傘をどこかに置き忘れて紛失。荷物がいっぱいあったのもあり、予約した宿泊所を探すために徒歩を諦めタクシーに乗ったのですが、なかなか見つけられず、何度も同じ道を行ったり来たりするのにメーターを止めて探してくれました。しかもお釣りがないということで端数を負けてくれようとしたので、逆に多めに支払ってきました。宿泊所では傘を紛失したので売っていないか尋ねたら、前にお客さんが忘れてきたという傘を出してくれました。そのように感動の連続でしたが、この韓国料理のお店でも嬉しい対応。普通こういうお店って1人で食べに来る人はいなくて、2人分からしか提供していないメニューを撮影のために余ってもいいからと2人分注文しようとしたら、店員さんが経営者と見られる人に電話、1人分で提供してくださいました。すごいですね。昭和レシピチャンネルでありがとうございます。じゃあ今日ちょっとチェックしてみます。この手で使う手で使う感じです。こ
ブチャンネルで大阪、このメインチャンネルで岡山、名古屋の食レポをまとめてきました。次回の食レポは日本の旅、最後、東京です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。昭和レシピチャンネルでは400以上のレシピ動画で世界中の料理を紹介しています。きっとあなたのお気に入りの料理が見つかるでしょう。評価、コメントもよろしくお願いいたします。ではまた。Nos vemos. Chao, chao.